皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け、完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回はレジェンド級に大好きがゆえに、今まで手が出せなかった不死身の箱スカに手を伸ばしました。いろいろとスキルアップをした現在のレベルで、どこまで表現できるか、今年最後も挑戦を忘れずに制作してみたいと思います。早速 GTR の歴史から。ツーリングカーレースで活躍した仙台プリンススカイライン 2000GTB の後継者として1968年開催の東京モーターショーへスカイライン GT レーシング仕様を出品したことに始まります。これはスカイライン 2000GT の車体へプロトタイプスポーツカーである日産 R380 の直列6気筒 DOHC エンジンを搭載したもので、この GT レーシング仕様がほぼそのままの形で1969年2月に初代 GTR として発売されました。4ドアセダンのボディに獰猛なエンジンという意味の羊の皮をかぶった狼のキャッチフレーズを仙台プリンススカイラインからそのまま受け継ぎ、スカイラインの主張でもあったサーフィンラインもワイドタイヤを履く邪魔となり断ち切られ、大きくえぐられていたほか、レースに不要なヒーターやラジオはオプション扱いだったとされています。同年10月にはスカイラインシリーズ全体のマイナーチェンジに伴い3分割グリルだったものがワンピースグリルに変更されるなど、外装内装に若干の変更が行われます。1970年10月 C10 型のマイナーチェンジと同時にハードトップと称するホイールベースが短縮された2ドアクーペボディが追加されたことに伴い GTR はセダンに代わりクーペの KPGC10 型となり、セダンの GTR は2年という短い販売期間で終了。生産台数は832台となっています。今回制作するのは富士見製の箱スカ4ドア GTR。幼少期からこのキットは販売されており、現在でも比較的入手しやすく、安価で手を出しやすいキット。個人的なこのキットの印象は、ボディがワイドで、つり目であまり顔つきがよろしくないので、修正しつつ制作です。早速足回りから仮組みを行っていきますが、シャシーは板シャシーと呼ばれている汎用シャシー。足回りもどこか見覚えのあるモールド。裏を返せば汎用シャシーだからこそ、改造するテンプレートや方程式が自分の中で確立しやすいので、慣れてしまえばこっちのものです。ホイールとタイヤは何かの製作に使ってしまったので、ジャンクから取り急ぎ、ポリキャップ埋め込み式の鉄鎮ホイールを引っ張り出してきて装着です。ウィンドウはすでに歪んでいたので、デザインナイフと調光ブレードで筋を入れ、半分に割った後、さらに余分な部分をカット。これで歪みを解消でき、しっかり取り付けることができます。インテリアも不安なので仮組みしておきますが、予想は的中。フロントシートが小さすぎて話になりません。これは 3D で作り直さなければいけない箇所なので要チェックです。気になった点はやはりフロント周りの顔つきと足回り、あとは引けと A ピラーの形状といったところでしょうか。この辺りを修正しつつ仕上げていきたいと思います。次に筋彫りを行っていきます。使用しているツールはタミヤ製の筋彫り調光ブレードで 0.15mm の刃を装着したものと 0.2mm の刃を装着したものを使い分けています。 0.15mm は全体的な筋彫り、 0.2mm はドアやボンネットなどの開閉部分に使用し、筋の太さを分けることでリアルさが出るよう調整しています。リアルな完成度を追求するにあたり、パーツそれぞれに対し筋を入れておかないと、塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまい、シャープさが欠けてしまうので、そうならないためにもしっかり丁寧に彫っていきます。といってもあまり深くしすぎると不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、
あくまでも軽いタッチで、それぞれ3から5往復を目安に。筋を入れる際、ブレードが筋からはみ出し、ボディに傷がついてしまわないよう慎重に彫っていきました。続いて、この矢印部分のパーティングラインを消す作業となります。メーカーの製造過程で金型同士を合わせてパーツを成形しているため、どうしても付着してしまうのがパーティングラインやバリです。これを消すのと消さないのでは仕上がりに大きく影響を与えることに。パーティングラインの確認方法としては、大体のカープラモデルは真上から見た際、縦一直線に入っている場合が多く、実際に指で触り、段差を確かめながら作業を進めていきます。作業手順としては、320番から800番程度のペーパーヤスリで、ボディ全体にあるパーティングラインを水取りで取り除いていくのみ。作業時の注意点としては、キットによっては細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意が必要となります。他にも前後バンパー周辺やボンネットと A ピラーが交差する箇所、特に前後バンパー周辺は頑固なラインが形成されていることが多いので、根気よく処理をしていきます。次にボディなどの調整加工です。まずは引けですが、リアのサイドががっつり引けているので、シアノンを盛り付けた後、アルテコのスプレープライマーで硬化。320番から1500番の紙やすりで削り込み、平坦かつ滑らかにし修正完了。A ピラーの形状は丸みを帯びたピラーをこちらも紙やすりで削り込み、できるだけ直線的になるよう修正し完了です。シャシーのマフラー取り付け部分は自作したマフラーを取り付けるので、しっかり合うようにプラ板で位置を修正。エンブレム類とサイドマーカーも自作するので削り込み消去しておきます。両ドアや給油口のキーシリンダーは配給パーツのマイナスモールドに乾燥するのと、インテリアにはスイッチ類を取り付けたいので、それぞれ 0.8mm のピンバイスで穴を開けておきます。続いてフロント周りの加工です。このキットには44年式と45年式のグリル一式が入っているのですが、今回選択したのは44年式と初期のグリルです。フロントの印象はズバリ釣り目。そしてグリルをもっとリアルにしたいと思いましたので、まずはライトパーツとグリルを切り離し修正していきます。ライトのモール周りは余分なのでカット。次は前から見た際にライトの両サイド部分が膨らみすぎているのと、サイドから見た際にも変な盛り上がりとなっているので、紙やすりで削り、どちらもできるだけ直線的になるよう修正。ボディ側はリフレクターを自作することを踏まえ、ライト設置箇所をもう少し奥にしたいので、現状ラジエーターからつながっている部分をカット。裏からプラ板を貼り付け再構築しておきます。釣り目の原因となっている箇所であるボディ側のライト取り付け部の形状ですが、ここはシアノンを盛り付け、リューターと紙やすりで程よい釣り目になるよう修正していきました。こちらはサイドのライン、縦のラインと順に修正し作り込み完了です。新設したライト設置箇所はリフレクターが設置できるように穴を開けておきます。これでフロントの加工は完了です。続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのエボホワイトを拭いていきます。この下地処理は深い艶のある仕上がりを目的とするのであれば必須作業。パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、ヤスリの跡が残ってしまった場合は必ずサフェーサーを吹いて本塗装の前に表面を滑らかにしておくことが大事です。
いかに下地処理の段階から滑らかな表面を作り上げることができるかということが重要かと思いますし、何より下地の段階からこの表面を意識しておくと、後々表面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、作業時間を短縮でき効率が上がります。サフェーサーを拭き、パーティングラインや傷も消え、綺麗なボディラインになったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はインテリア完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。